我が力とくと見よ。我が力とくと見よ。僕の力を見せてあげる。俺の出番か。であ我と共に来たるは精悍なる勇士たち。行け。手はず通りにやれ。わしとやろうてか、小わっぱが。まだだ。デリア行け者ども、進め。デリこれからが本番じゃ。ア俺の出番か。であ我と共に来たるは精悍なる勇士たち。行け。わしとやろうてか、小わっぱが。まだだ。行け者ども、進め。まだまだ。天道に赴く者たちよ。俺の出番か。であまだ。我と共に来たるは行け。わしとやろうて小わっぱが。敵ながらや。我と共に来たるは精悍な焼き払え。俺の出番か。この勢いもはや止められん。我と共に我が守り。俺の出番か。この勢いもはや止められん。この勝利天へとつながるのか。終わりましたな、候補数殿。取り逃がした。あの者の首を上げねば我らの戦は終わらぬ。超方面、逃げ足の速いことよ。まるでネズミだな。臆病者め、追い詰められておるからこのような顔になる。盧植将軍の軍と合流する。孫子曰く、兵は拙速を尊ぶ。黄金ごときに石橋を叩くのは愚の骨頂でありましょう。主春殿、こたびの戦で我らの受けた損害はすでに甚大なものとなっておる。だからどうした。だったら租税を釣り上げればいいだけのことを。もはや我らに紛れは許されぬのだ。次に子孫じれば公金に呼する者はさらに増えよう。拙速を尊ぶからこそ我らは待たねばならぬ。何を弱気な。
敵はすでにこちらに背を向けておるのだ。よって追撃あるのみ。地の果てまでも追い詰めて一族老と根絶やしにせん。そこまで言うのならば勝算があるのだろうな。もたもたしておれば勝てる者も勝てなくなると言っておるのだ。主君は愚かで無能だが、将軍というのは下手に賢くてもダメなもの。あれくらい鈍感な方がいいということもある。候補数は有能だ。しかし頭でっかちで兵たちに嫌われている。それに気前も悪そうだ。どちらについたものか。なんだこやつは。まるで軍議が己のために行われているような素振りではないか。呂布殿、貴殿の意見を聞こう。そうそうちゃんだと。銀が何を言っておるのだ。つまり自分は敵は選ばぬということか。頼もしいことだな。雑魚か。大した自負ではないか呂布よ。はは、候補数殿、汝は知るまいがこれが呂布だ。よかろう主君殿。貴殿は重宝を終え、我らが軍は呂職殿の軍を待ち合流して後に参る。ほう、この主君に手柄を譲っていただけるということですかな。我らに託された使命はあくまで賊軍の討伐。目先の功だけを焦ってはならぬということ、お分かりでしょうな。ご忠告感謝いたしますぞ候補数殿。夢遅れて参られぬように。あまり遅れて参られるとこの主君が目先の功を全てかっさらってしまうかもしれませぬからな。
シュシュン殿、この曹操めもせめてのしんがりに加えてくださいませ。何？そうさ、貴殿は我が軍につくというのか？は、主将軍の下で戦というものを学ばせていただきたく。そうか、それは首相なる心がけ。よかろう。なれば我が軍に貴殿の旗を掲げるがよいぞ。どういうつもりだ曹操め。主君だったら組みしやすいと考えたか？こいつは難しくなってきたな。お前はどう考える？確かに長鋒の首は欲しい。だが一番値が張るのは奴の首じゃない。候補数将軍は知恵のある御仁だ。敗走した敵を前にしてあえて義勇軍と合流して戦力の補充を選んだ。なかなかできることじゃない。確かに主君についた方が功は上げられるだろう。だが戦力を温存していた候補数が最後の詰めで手柄を独り占めにするかもしれん。ほう、ならお前はどちらにつくのだ？無礼なる振る舞いお許しあれ。呂布めも申します通りでございます。主君殿、微力ながら我らも追撃隊にお加えくださいませ。おお、提言。貴殿の功は忘れておらぬぞ。よかろう。今度こそ奴の首を上げるのだ。ははっ。いざ進め我が軍勢よ。
俗称長砲を討ち取るのだ。曹操様、ここより先に奴らの拠点があります。張宝が迎え撃ってくるとしたらそこからでしょう。追っているつもりの相手を罠に誘い込む仕掛けだ。私ならばもっと走らせるが、この辺りが頃合いであろう。黄金を率いるのが曹操様でなくてよかったと思います。そうか？私が奴らを率いていたらもっと楽しい戦となったはずだ。曹操ならばまずは民の心に新しき世を作り上げる。だが奴らは皇帝にとって変わりたいだけだ。さあ行け。思春の戦はこうでなくてはいかん。お全軍3回。シュシュン将軍、お下がりください。宗人、倉庫、行くぞ。心得ました。左翼、宗人、上がれ。右翼、倉庫、回り込んで側背を攻めよう。いけ行きます。
おお、なんと見事な傭兵よ。こんな時は早く逃げるに限るが、操作をだけに花を持たせておくわけにはいくまい。放線。呂布だ。呂布が来たぞ。呂布よ、我に続け。こちらの後続が遅れている。呂布、お前は雑魚に構うな。竜の頭を狙え。軍を率いているのは無頼の傭兵か賊上がり。お主なら見分けがつこう。随分とお優しい呂布ぶりではないか、呂布よ。聞くところによれば、お前は善も悪も見境なく殺す男だというが。だがおかしいな、呂布よ。私にはどうにもお前がそういうものには見えない。呂布よ、ならばお前は乱世そのものだ。
ただのそろそろ引き際だな。呂布、結露を開くぞ。あいつが死んだとは思えぬが。バカな、負け戦なのになぜ。そうそうか。皇帝か。呂布よ、よく覚えておくがいい。曹操の戦に敗北はない。ただの事実だ。ところで呂布よ、カンは死ぬかな。私はいつ何時も問いとともにある。答えぬか、呂布よ。聞き方を変えようか。銀河よ、お前はカンが死んだら悲しいか？おかしな話だ。お前は呂布ではないのか？
国など知らぬという男にあのような戦いなどできはしないぞ、呂布よ。お前の中にもこの私の中にも漢の血が流れているのだ。少々持参いたしました。よくぞ戻った曹操。表を上げよ。黄金どもの卑劣なる罠によってこたびは撤退という結果になった。しかし貴殿の活躍により我らの犠牲は最小に抑えられた。まこと我が軍には曹操ありだ。候補数将軍率いる皇族の軍も近々合流する。その時こそ重宝の最後だ。失礼。何の用でしょうか。ここは宋猛徳の幕舎です。いかなるご用件でしょうか。私は用件を伺っているのですが。天下無双の呂布が一体どういうつもりなのでしょう。見たところ何も考えてないようですね。試練、どうしたの？そう、思考は自らの目で聞いて耳で見たものしか信じないのだ。あれこれでよかったっけ？なんか違うような。何を騒いでいるのだ？
すみません、曹操様。おお、これは呂布殿か。曹公は初めてお目にかけるな。志功とは違って落ち着きがある。よろしくお願いします。私だって最近落ち着いているところで何の用だ？はあ？怪しい。それは嬉しいことだな。用事もないのに訪れるのが友というものだ。戦場でもなければ月を見ながら酒でも一本といったところだろうな。あいにく酒はないが曹操はいる。寝物語でもしようではないか、呂布よ。気にするな。またいつでも来るがいい。お前たちのせいで振られてしまったわけだが。いつの間にそのような中に。私は天下万民を愛しているし、男が私に惹かれるには一瞬あれば十分。そうではなく、あれは随分と切ない男だ。そうではないか？確かに呂布らしくない振る舞いと見えましたが。あやつは咲きかけのつぼみだ。未だ己が大輪の花であることを知らぬつぼみだ。花開く前に摘み取るべきか、それとも散りゆく様を楽しむべきか。呂布が花？